こんばんは。こんばんは。第4回プロデューサーレターライブのお時間がやってまいりました。はい、今回もプロデューサーの吉田さんとお送りしたいと思います。はい、最初にではご挨拶をよろしくお願いします。はい、ファイナルファンタジー14、そして、新生ファイナルファンタジー14、プロデューサー兼ディレクターの吉田でございます。今回もよろしくお願いします。よろしくお願いします。
まずはですね、はい最初にですね、本日最後の、現行ラストのイベント、それから時代の終焉トレーラー、公開となりました。一人でも多くの方にですね、ご参加していただきたいと、全 GM それから全サーバーチーム、フル稼働でですね、なんとか、現行サーバーでもギリギリまでというふうに努力したんですが、多数のログイン障害を、出してしまいまして、申し訳ありませんでした。糧にしてですね、申請では、このようなことがないようにですね、しっかり設計やってますので、ご期待いただければと思います。あとですね、はい、ここにも、そうですね、はい、あるんですが、トレーラー最後、インゲームで見たかったというふうに声もいただいてるんですが、はもちろんね、パッチで入れてしまうとですね、ものすごい容量の、ムービーファイルになってしまいますし、やはりクラックして最初に公開されてしまう可能性も非常に高くなってしまうので、逆に全同時刻に、見れるようにということで、こういった措置を取らせていただきました。はい、ちょっと僕としては最後ギリギリまで、頑張って、至らなかったところも多数あると思うんですけど、ひとまず原稿、とりあえずバハムートの名前がついにはい、出せ言えるようるようにになりました。はい、なったので、その点はちょっと嬉しいですね。はいはい、今まであれですよね、はいその晩神イフリートから始まっていろいろ紹介してきましたけれども、そうですね。言えない名前がこちらにあったわけはい、ですね。ゲームズコムでも、ゲームウォッチさんのインタビューでですね、吉田さんずっと FFFF 言って、14でいう晩神召喚獣に関してはバハムートって出てこないですよね、そういえばって言われて、はい全員硬直するという、事態もあったりですね、これ本当1年半2年近く仕込んできたネタだったので、無事ひとまず公開できてよかったです。本当にあれですよね、吉田さんが着任されて、はい、割と最初にどうしようかを決める時の設定がこれだったということですよね。そうですね、ちょうど間もなくね2年になるんですけど、やっぱり新生14の調査を開始新生じゃないです現行14の調査を開始してすぐにやっぱりちょっと作り直さなければいけない部分があまりにも多いということで、世界崩壊と再生っていうのをテーマに、シナリオを1回全部、僕の方でですね書いて、本当それが本当体制変更の1ヶ月後ぐらいですかね、そこからずっとこの1年半アップデートの中でクエストとかシナリオとかで、表現してきたので、例えばですねネイルがメガフレアを使うところとか、あとクエストのエピソードの中にも実は後で思い返すとあれがそうかみたいなのもありましたので、この後いろいろ解析していただけると嬉しいなと思ってます。はい、あとあれですよね、前回か前々回のやつですかね、大迷宮ホニャララとか、そうですね、大迷宮ホニャララっていうコンテンツ名をずっと言えずに来たんですが、文字通り大迷宮バハムートという、コンテンツが申請スタート時からどんなものになるんでしょう。超難易度のエンドコンテンツと呼ばれる、レイドですね、申請のレイドで最も難易度が高いというコンテンツで、ムービーの後何があったのか、申請スタート時のメインシナリオで分かるものもあるんですけど、あとルイゾアがどうなったのかとか、あとこう皆さんの祈りが届かなかったように見えるんですが、果たしてなぜあの状態からこう神聖の世界が再生されたのかとか、そういったもろもろの全ての秘密がそのコンテンツをクリアしていく過程で全部わかると。はい、もちろんこいつとの戦いが待っているのかどうなのかと、その辺も含めて、非常に総力集結で作ってるコンテンツですので、ぜひリリースを楽しみにしてください。楽しみにお待ちください。さてそれではですね、今回も事前にフォーラムでたくさん、新生ファイナルファンタジー14に関する新生ヨーロジアに関する質問を多数受け付けてますので、今回も、順にそれに答えていってもらおうと思うんですが、今回何かなんとアルファをご用意いただけたとか、そうですね、あと言ってなかった、そうスーツなのは、そうでした、スーツ今日ラストとこの2年間ね、本当にプレイヤーの皆さんに支えられて迎えられた2年間の運営だったので、今日出社しているメンバーの、クブクリーンは全員スーツで
そういう気持ちで臨もうというお話をしてスーツでございます。見えないスタッフも実はスーツが多数ということですね。そうですね。祖研も今もうスーツに着替えるんじゃないかなという感じでございます。はい。はい、というわけでアルファ版見せていただけたりするでしょうか。はい、もう YP ですか。ちょっと今日は僕、申請の方を、アルファテストいじりながら、行きますんで、目がこっち行きながら視線を、質問にお答えする可能性もありますが、ご容赦ください。皆さん飛びまくっておりますね。はい。いやこれ現行と比べて表示キャラ数ってどんなもんなんですか。今とりあえず3桁は普通にいきます、ね。なるほど。アルファテスターの皆さん NDA はありますからね、よろしくお願いしますよ。チャットだけ隠してますんで、はい、お願いします。ご安心くださいですが、よろしくお願いしますね。はい、はい、それでは、この画面を見ながら質問の方行きたいと思います。はい、最初の質問です。軽いところからいきましょう。はいはい。ヒルディブランドは申請でも登場しますか。もちろん、はい、もちろん。彼がムービーの中でどっかで落ちてきてるんじゃなかろうかと、はい、もちろん非常にご好評いただいたキャラクターですので、はい、新たな事件にきっと彼なりの推理でまた立ち向かっていくんじゃないかなと、はい、そして彼がどうやって戻ってくるのかと、はい、その辺もぜひお楽しみにしていただけたらなと思います。はい、ありがとうございます。はい、それでは次です、はい、次は申請版開始時に、はい、1回だけの名前変更というのは可能ですか。前からある質問ですね。ギリギリまで検討させていただいてますけど、はい、今のところいけそうな感じです。はい。これはロイザーですね。すごいことになってますけれども、はい、名前変更は可能な、今のところ可能な見込みである、はい、今のところ大丈夫だと思います。はい。では続いての質問です。これもなかなかあるところですが、キャラクターの胸は揺れますか。ですね、ちゃんとですね、業界用語やや詳しい方だとボーンが入っていると言えばお分かりになっていただけるんじゃないかなと。骨というのはですね、モーションをするために、使うものなので、アニメーションするということは、なるほど、はい、骨が入ったすなわち、はい、動くということですね。はい、で若干ですね、今も実はほんの少しですが、はい、非常になんていうんですか、奥ゆかしく、実は若干揺らしてみたりしてます。アルファテスターの皆さん気づいた方がいれば、もっととか、いやいやこんなもんじゃないかとか、種族に合わせていろいろ調整してますんでその辺も楽しみにというか、あんまりこのネタ話してるとあれですかね。そうですね。はい。わびさびを今のところは感じていただいて、はい、そうですね。見てみてください。すごい、それにしてもすごい大軍団になっておりますけれども、はい、ちょっとこの辺はいろいろスクリーンショットも公開していてですね、来たと多分おっしゃられる方も多いんじゃないかなと思いますので。はい、では次の質問に行きましょう。はい、そろそろ、マウントの形、FF6 タイプの魔導アーマーの詳細を教えてください。はい、戦闘にも使えるかが気になっていますということなんですが、この辺いかがでしょうか。戦闘に使えるかどうかですか。今のところ、使えたりはしてないですね。はい、ただ6の窓アーマーってとても皆さんから人気があるので、はい、チョコボ同様に何かしらできたらいいねというアイデアは今たくさん開発からも出てますので、ちょっと他のマウントよりは特別扱いするかもしれないですね。なるほど。はい、はい、じゃあそれは楽しみにするとして、はい、何か他のマウントってしまった。ちょっとアルファテスターさんたち止まっていただけますか。僕カメラから見切れてもいいですか。はい、大丈夫です。ちょっと出来たてほやほやがあるので、モルゴルつないでこの無茶ぶりはきついですが、何か、マウントと言ったら吉田プロデューサーが今宣伝がちょっとドキドキしてる気がするんですが、ここそういえばそうでした。今回も一応お伝えしておきますと、ここは吉田さんのお部屋でして、横にはすぐ吉田さんが作業されている机があったりするのでしてね、意外に開発資料なんかが山のように転がっておりますが、はい、いけそうですねこれは。さて、
何を見せていただけますか？ちょっとノート PC で恐縮ですが、これ意外と映ってますかね。映ってますね。プレイアゲインしますね。これ開発で使っている確認用のムービーチャンネルなんですけど、これはアニメーションのテスト中なんで、はいはいはい。テクスチャーとか貼られてませんが、ご紹介いただけますか？これクワールです。クワールですね。はい。もう動いてるんですね。動いてます。これに蔵がついてですね。ちゃんとつくんですね。はい、捕まって乗れる。かなり前傾で乗るタイプの。モーションチームがですね、はい、まあ蔵なしでどんどん作ったらという話を僕からしたんですが、いや FF クオリティとしてはこう直接掴むとかありえないですって掴む場所は必要だということなんです、言われました。なるほど、はい、じゃあクワールマウントが存在することは確定しました。確定ですね。こんな感じでかなりマウントは豊富に揃えられる感じになってます。はい、ではこの辺はご期待ください。はい、それでは、次の質問です。現行版の万神戦において、タンクとヒーラーの責任が過度に重いためパーティー募集などで敬遠されがちだが、申請では各役割の責任の重さを見直すような措置は取られているのかというものですが、どうでしょう。ここはですね、申請14がというよりはですね、普通にですね、MMORPG の中で、やっぱりタンクってフェイトというか敵手をホールドする非常に重要な役ですし、回復役はやっぱり回復がおざなりになった瞬間パーティーが総崩れしてしまうので、まあどうしても重要というふうに見えると思うんですが、これは例えばじゃあ他のクラスが荷が重くないかというとですね、やっぱり DPS クラスがちゃんと DPS 出せないと、そもそも戦いが長引いてタンクの負担も増えますし、ヒーラーの負担もその分だけヒールたくさんしなきゃいけなくなって長引くっていうことがあるじゃないですか。だから特に変わりはやっぱりそこはしないとは思います。かっこよく、決めてもらえればと。あとは敵があれですね、ちょっとサポートしないと皆さんあまりレベル上げてらっしゃらないようなので。確かにでもパーティーが崩れるときはタンクから崩れるのでそう見えるっていうのはあるかもしれない。そうですね、それはもう絶対的にやっぱそうなっちゃう面はありますね。ということはこの辺に関しては、特にこの2つがということでは実はないんだよというところもあるよという。そうですね、そこは僕はやっぱそう思いますね。はい、じゃああれですかね、これ今後のバランスがどうこうというのは皆さんベータを触れるようになったあたりで。そうですね、ベータからいろいろまた触っていただけると思いますので、アルファテストも継続して続けてますし、これからもそろそろ募集終わりなんじゃないかとかっていうふうに言われてますけど、もっともっと多くの方に参加していただけるように増やしていきますので、楽しみ。じゃあその辺ご期待くださいと。アルファテストのテスターの皆さん、この辺でちょっと僕停止しますね、一旦。こんなところもあるよと。皆さんはじゃあワーワーしててくださいということですね。それでは、次の質問です。コンテンツファインダーについて、旬を逃したコンテンツの募集補完的な位置づけなのか、それともクリスタルタワーなど最新コンテンツのパーティーマッチングにも使われることを想定しているのか、開発が考えるそのコンテンツファインダーのシステムってどういう位置づけなのかを教えてくださいというものです。そうですね、基本的にどっちの役目でもあると思っててですね、新生14って何度かインタビューでもお答えしてたりするんですが、コンテンツが結構並列に複数あって、でそのリワードアイテムドロップが、現行のように確率ですごく厳しいみたいなことがなく、割と確実にドロップして、それを権利リードする、要は欲しいって主張する権利が、そのコンテンツごとに週何回って決まっていて、なので自分が行きたいコンテンツっていうのをこう複数から選ぶ形をとってるので、何かその旬のだけに集まるというよりは、今日例えばこの権利取得、例えばどう言ったらいいかな、タムタラの権利取得が今週まだ使われてないからタムタラ行こうかなってで同じモチベーションの人たちを集める、でもちろん先行したプレイヤーの皆さんに後から、例えば新生14すごく良かったから、
プレイ後でしてみたよという方が、こうやっぱり最初の人口増加に対して、緩やかにはなるので、低レベル帯のじゃあパーティーコンテンツに参加するときに、同じモチベーションの人を探すのが難しいっていうことももちろん出てくると思うんですね。だからこそ複数のワールドから同じモチベーションの人を集めることになっているので、まあ、どっちもだとは思います。だからまあいずれにせよ先行するもしないも、行きたいコンテンツにすぐに人が見つかるようにと、いうためのものですね。どちらというよりもどっちもと、カバーできるようにって考え方ですね。はい、ありがとうございます。では続いてパーティー関連の質問ですが、現状の8人パーティーは、申請になってからも変わりませんか？それともソロもしくは少人数でもそれなりの難易度のあるコンテンツは実装される予定はありますか？ということですが、いかがでしょう？レイドに関してはやっぱり8人ですね、でインスタンスダンジョンは4人のものも結構ありますね。なるほど。ただまあレベル50になってからは基本的にはフルパーティーっていう考え方にはなってます。ただ例えば現行のラスト付近で入った訓練とかいうものに関して、要はカジュアルに4人でも遊べるものっていうのも随時入っていきますし、あんまり数にこだわらなくても1個隠し玉もあったり、その他にも何かバリエーションがあったりするんですか？そうですね、もっとカジュアルに参加して、カジュアルに参加できる分こう人がたくさん集まってプレイできるみたいなコンテンツを用意してたりしますよ。もうちょっと聞けたりしますか？宣伝さんいいですか？いいですか？深くうなずいていただきました。ちょっとですね、こいつキーワードなんでデカめにポロリするために印刷しておいたんですけど、これ見えますかね？これ先日僕が出したプロデューサーレターの中にスクリーンショット入ってたと思うんですね。でチャットでこれが申請の未平時系って書いてあったやつですけど、そうですね。これですね、微 CG じゃないんですが、NM とかいろんなものを含めてこういうコンテンツ名がついてます。フルアクティブタイムイベントと。フルアクティブタイムイベント。まあ FF らしくアクティブタイムという用語を使ってますが、これが今後ちょっといろんな PR 活動をしていく中で割とキーになってくるのかなと。で動画を見ていただきながらじゃないとなかなか説明しにくいと思うんですけど、まあ例えば簡単に言うとですね、 NM がポップしましたみたいなのが、まあそのゾーン全体にこう告知されて、まあみんな集まると自動的にこうパーティーが組まれてこうアタックしてみんなでワーワーやってリワードもらえたら解散みたいな。なるほど。じゃあパッといってパッと終われる感じでもありつつということなんですね。例えばハムレット防衛とか、あとチョコボ護衛とか、あの辺のコンテンツも全部ここに内包されます。フルアクティブタイムイベントというシステムで、いろんなことがいろんな場所で起きると、なんとなく今はそう思っておいていただけたらなと。じゃあ詳しいのは今後いろいろ宣伝が出てくるということなんですね。これ頭文字取ると、たまたまなのか狙ってるのか FATE ですね。フェイトと呼べますがFATE まあ呼び方はどちらでもではあるんですが、じゃあ割とそのキーワードで今後いろんなものが出てくる。そうですね、ここかなりバリエーション、広くやっていきます。ベータからテストしていただけると思います。じゃあその辺は期待してお待ちください。アルファテストの中でも多分付加試験的に1回システムは入ってないですけど、集まってもらってっていうのはやるかもしれないですね。ありがとうございます。それでは次の質問に行ってみましょう。次は、申請版ではマテリアシステムはどのように変更されますかというものですが、基本的にはそんなに大きく何かこう変わるというわけではないんですが、揺らぎ、各マテリア、それからマテリアの中にもいくつかの段階の強さがあったと思うんですけど、パラメータの揺らぎがなくなります。申請から揺らぎがなくなります。で今揺らぎのままお持ちの方のデータは、全部こう上なるほどなるほど、コンバートしてしまう。この幅があったものが上に寄るということですね。そうですね。あそこの乱数をちょっと消して、逆に確実化していくことでより使いやすくさせていただこうかなとは思ってます。あとは禁断の確率も少し上げ調整するっていう話を、まだ数値確定、最終確定はしてないんですけどそんな風に今やってます。調整。
逆になんかこれは変わるよとかいう部分は他にあったりするんですか？そう、マテリアル。そのマテリアル関連。基本システムは変わらない、揺らぎがなくなる。そうですね、もうちょっとカジュアルに使えるようにしようかっていう話は、はい、してますね。ちょっと分かりにくい部分もあるので。はい、はい、ありがとうございます。はい。では続いてですが、これも変わるの変わらないの系の質問ですが、文句のコンセプトが変わるという話を前にしていましたが、ステータスが STR イントナのままなのかとか、どんなアビリティを持っているのかとか、もうちょっと詳しく教えてほしいですという、これおそらく現行文句の方ですね。基本的に各クラスジョブの主要ステータスは、全部大幅に変わってしまいます。それは文句に限らず。なるほどなるほど。かなり今回、全体的なバランスというかバトルシステム変えてますので、それに合わせたステータスにガラッと変更しているので、まだアルファでは、調整中で、ベータから全て一気に入る予定なんですが、はい、変わりますね。ですので、文句ちょっと一部僕もネットを見ていて、構えは残るんじゃないのとか、型はあるんじゃないのというふうにお話をちらっと見たんですが、基本全部参照ステータスも変わりますし、なるほど、ずっとコンボがチェインでみたいなジョブになるので、相当違いますね。全然印象が違うと思います。じゃあここも実際にはベータ以降で見てみてくださいねということですね。そうですね。はい。わかりました。ありがとうございます。はい、ちょっとこれマップ今開きながらですけど、走っていくと今回のマップは自動的にここなんですね、開いていく。最初はじゃあ何もないというか、真っ白い状態から始まって、どんどん自分で開いていくという。そうですね。ディスカバリー要素みたいな言い方をしてますけども、こういうことをしていくとアチーブメント簡単なアチーブメントがもらえたりとか。でここが巷で話題のキャンプトランキーですね。なぜ巷で話題かは分かりませんが、守秘義務契約があるはずなのに、なぜかね巷で評判のトランキーですね。アルファテスターの皆さん、しばらくまた止まりますので、そのあたりで亀と戦っていただけると嬉しいんですが、皆さんレベルの方は大丈夫ですかね。大丈夫ですかね。皆さん活躍の場ですよ。こうガツガツ表示できるので、ストレスも多分これちなみにグラフィックス最高設定でこの、これ大体 Core i7 で皆さんが現行14で用意されて遊んでらっしゃる、PC ぐらいですね。どこで戦っていただろう僕吊り橋から見てるのがいいですかね。なるほどなるほど。じゃあちょっと場所を探していただきながら次の質問です。次ですが、ギャザラー向けのコンテンツは、申請版リリースのタイミングで実装されるのか、またどういったコンテンツが入る予定かというギャザラー関連のものですが。ですね、これも何度か繰り返しやっぱりお話しさせていただいてるんですが、ギャザラークラフターはやっぱり物を取って物を作って、でそのアイテムで戦っていくっていうそのバトル系クラスが、というのがやっぱそもそもそれがコンテンツだというふうに認識しているので、やっぱりじゃあギャザラークラフター専用で何かというのは今のところメインでは考えていない状態で、ただ例えばハウジングで特殊な屋根を作るとか、屋根の素材を持ってくるとか、あとフリーカンパニークラフト、現行14の最初の方であった共同で船を作るとかいう部分ですね。あの辺は申請でちゃんとハウジングのアップデートとしてやっていこうと思いますので、そういう意味だとそういったあたりまでいくと、専用といえばギャザクラが絡まないとできないのは確かなので、あるのかなと思います。じゃあそういう理解でいてくれればいいということですね。ありがとうございます。亀狩られてますかね。なんかいないですけど。そんなことないかな。確かにどこでしょうね。なんか怖いっすね。そうですね。さすがに僕のキャラも俺20なんで、怖いな。怖いな。
さてじゃあ、はいはいちょっと壁の方は探していただきつつ、ちょっと次はまた経路の違う質問ですが、ちょっと大まかな質問になりますけれども、はいはい、新マーケットシステムがどんなものになるのかもうちょっと詳しく教えてくださいということですが、いかがでしょうか。今アルファテスターの方からあれですね、戦ってるけどさすがにここまでだと表示制限なんじゃないのって言われてますね。はい、あれですね、レンタルでここまで走ってきた方いますね。はい、なるほどなるほど。はい、じゃあ先にちょっと質問の方ですが、マーケットシステムって申請後はどんなことになるのでしょうか。基本的にはリテーナーシステムを、ゼロから改めて作り直したものになるんですが、よく競売場のシステムがというふうにおっしゃられる機能に関しては基本的に全部含まれた状態で、できます。で、現行であったように無尽蔵にリテーナーを立たせないとみたいな考え方からガラッと変わっていてですね、マーケットストリートの中に自分のリテーナーと気に入ったリテーナーだけこう呼び出してみたいな、ちょっとこれ本当言葉で説明がしにくいのでベータテストで許可試験も兼ねて、触っていただけますので、ベータの方でぜひ見ていただけたらなと思います。はい、じゃあいろいろ競売場というキーワードの下でいろんなリクエストが来ているのは大体大丈夫ですね。あとはあれですね、マテリア付きのアイテムが検索できないとか、あとHQ かどうかとかも全部ちゃんと当たり前のように対応していますので、ぜひベータで皆さんにストレスをかけていただいてですね、どれぐらいマーケット検索で負荷が来るのかっていうのをテストさせていただきつつ触っていただこうと思いますので、ぜひそちらをお待ちいただけたらと思います。はい、それでは一旦ここで前半戦ここまでにさせていただいて、一旦休憩とさせていただきたいと思います。はい、ではまた、続きは後半でということなんですが、今回の休憩はですね、今までの、先ほど終了しました現行版、いわゆる現行版の「ファイナルファンタジー14」のいろんなシーンをまとめたスライドショーが、放送されますので、そちらをご覧になりたい方はご覧いただいて、トイレなど行ってしまう方は今のうちにどうぞということで、約5分ほどでいいですよね、5分ほど休憩いただきますので、また5分後にお会いしましょう。また休憩です。今切りました。
はい、それでは、後半戦の方もはい後半戦の方質問がありますので、どんどん参りたいと思います。はいでは最初の質問ですが、はいすいません毎回なんですけど、はい、はい、あ和田さんいらっしゃあれだからねちょっと質問しないから持ってきましたよ。もうほらあまたハウジングですよねこれハウジングですねこれこれさすごい豪邸だよね。これ一番これ何ですか？これ一番上のサイズの家ですね。今これリムさんかな。はいはいこれバリエーションも結構あるんだよ。拾ってきたんですよ。ほら何枚持ってきたんですか？いくつかあるよ。ほらあこれ全部一番のクラスの上のやつ。それいやそれあれですね M サイズですね M サイズ M サイズでこれはい M サイズのこれは荒野ですね荒野リージョンの家ですね。ちょっとこれは全出しですねこれでこれグリダニアですねグリダニアのはい M サイズですねはい大金持ちじゃん。はいモデリングに入っているんですがはいもうこんなの住めるらしいですよこれ。バルコニーがついてるんですよねこれそう人がこれねこれ人はい人ですねそれはい豪邸ですね豪邸ですねあれまだ持ってこれ共同で持つんですか一人で持つの。まずは共同こんな大きいやつ。まずは共同ですねこのサイズをギルで購入しようと思ったら多分皆さんでお金を出し合わないと買えない感じかなと、ちょっと中の家具屋なんかは一緒に買った人なんかがこう買ってきておけばいい。そうですね同じ例えばフリーカンパニーに所属してるとあと持ち家を例えば友達に全部公開とかっていうのに設定しておくとフレンドの人は全員こう家具が使えたりとかですね権限かなり豊富に用意してある。じゃあ本当に自分のアジトみたいな感じでそうですね部分的に共有したり公開できたり。はいできますねはいまだ何かまだあるこれ何これ。それは前回のレターでご紹介した荒野リージョンのシンボルの風車ですね確定したので今モデリングをしてるんですがこれ作ってるなこれ。はい宣伝がすげえ苦笑いっていう状態出してたよ。この本できなかったらどうしよう。はい大丈夫です大丈夫かね、はいちゃんとポリゴン数とかももう計算されてますんで大丈夫ですよ。この中これ同じく荒野のモックアップですね、モックアッププラスアートで、はいこれちょっと僕がじゃあ、もうここまで出してしまったのでですねリムサ前回お見せしましたけど、こういったところに家がダミーモデルでこう置いてあると思うんですけど、こういう全そのウルダハゾーンの荒野のハウジングゾーンにこう家をさっき見ていただいたやつを建てていく。なるほどなるほど。これ個人で持つのもあるんですか？大きいのとちっちゃいのと。最初はフリーカンパニーのアジトとして使ってでゆくゆくは個人の皆さんにも開放していこうかなと。でなぜそのフリーカンパニーのアジトに最初こだわってるかというとですね、ちょっと変わったというかことを考えているのもあって家の中にパークとタワーと呼んでるちょっと変わったシステムがあってですね、例えばこの3人が同じスクエアエニックスっていうフリーカンパニーを作ったとするじゃないですか。で和田さんがリーダーでいいですこの際いや何でもないです何が何でもないですいや何でもないですとするじゃないですか。例えば僕ちょっと忙しくてあんまりログインできないっていう場合にちょっとそのパークっていうものを僕がこうコツコツやって稼いできてこう立てるとですね、フリーカンパニー全員に例えば EXP ボーナス 1.25 倍がかかるとかクラフトのその成長が早くなるとか成功率 HQ の成功率が上がるとかそのカンパニー全体に効果がかかるものを家にそのアジトに設置すると恩恵があるみたいな遊びをでこれもその家のサイズを上げたりフリーカンパニーのランクをこう高くフリーカンパニーポイントを貯めて高くしていくとそれ大きなより複数こうパークやタワーが置けたりっていうなのでまずはその14の世界で
コミュニティを強くまずしていただこうかなと、あとその新人さんを勧誘するとこうポイントがたくさんもらえるとか、できるだけこうゲームに入ってきた初心者のプレイヤーをサポートするといいことがあるよみたいなことを今その家を中心に、でそこがある程度成熟したら個人の皆さんにも家を開放していって、どんどん広がっていくっていう感じで構想してるので。すごい、そしたら重要だね、これしたらね。いや、その重要なものをざらっと出してしまったっていう感じです。座席がだってその辺だからしょうがないあ、はい、そうですね。そうですね。ヒットしてきてからね、小野さん近くなったので、そうそうそうはい。じゃあそうするますと、関連した質問も来てたんですけれど、いずれは個人単位で楽しめるものもまあ出てきますよということなんですね。そうですね。まあ負荷状況も見てですし、まあいつでも開放しようと思えばできるという状態なので、まずきっちりコミュニティできたらすぐに、まあその共同アジトの中の一部の部屋をインスタンスにして、みんなそれぞれの部屋を持てたりっていうことも可能ですし、家そのものを個人で持てるようにっていうのももちろんできるので。なるほど。なんかどこでもドアみたいな。まあでもやっぱり MMO の中で帰る場所があるっていうのはすごくいいとは思うので、先ほど和田さんが見せていただいた絵の反響が早速来てますけども、最上級のはでかすぎじゃないのかという声が結構あるようですがあれそうですかね。でも広いってことは、まあ、たくさんいろんなものが置けるっていうことで、例えばイフリートを倒してきて、イフリートのこう頭蓋骨からオブジェを作ってこう、暖炉の上にこうバーンとつけるとか、そういうのもそんなの企画してんだ。ありますよね。あるんだ。はい。なので頭蓋骨になるかどうかは別ですけど、ちゃんとその何を倒したとか、みんなでその得たものを飾るみたいな、要は何もそのハウジングっていわゆる農耕するだけじゃないか、やっぱり狩猟、バトルをした人たちがその得た称号や勲章を飾るっていうのも一つポイントだと思ってるので、やっぱり広ければね、それがたくさん置けるわけだし、それでこんな豪邸になったらね、はい、もう楽しみですね、これは。はい、作るのはダメ押しに言っとこうかって感じ。大丈夫です。作るのはものすごい大変なんですけど、ね、じゃあハウジングが気になる和田さんがいらっしゃいますので、ハウジング関連でもう一つ質問いきたいと思います。はい。家具や内装も含めハウジングにかかる費用はだいたいどのぐらいになる見込みなのですかという。めちゃくちゃ高いじゃないのこれ。だからそうですね。ちょっと難しいですよね、感覚が。申請では、そのギルの価値をその一回抑えるというか、できるだけこうコンテンツの中で平均化するために、であと野団のために上がってた分を変更してますね。変更しているので、一概にどのぐらいっていうのが難しいですね。ただレベル50に1クラスカンストした人たちが、まあ、4,5 人こう1回全財産突っ込むぐらいだと思ってもらえれば、それで M サイズかなみたいな、S サイズかなみたいな、それでそれで S サイズぐらいかな。なるほど、なるほど、はい、すごくよく分かった今、はい、なるほど、そうですね、そんな感じですね。はい、結構するわ、結構します。そうですね、結構まず大きな目標の一つ、そうですね、目標ですね。欲しいなこれ。まあみんなで頑張ってギル貯めようぜっていう感じになってくれるといいなと思ってます。そこから始めてゆくゆくは先ほどの大豪邸にそうですね。住んだらということですね。はい、土地を買い直し建て替えをしたりですね。はい。見ていただいた通り、さっきいくつかこう家がありましたけど、まあ家一個一個がこうボコボコ変わるんじゃなくて、この屋根だけ変えたいとか、この柱の素材変えたいとか、屋根もまあこれと別のパターンの B パターンにした上で色を全然好きな色にしたいとか、まあいっぱい。じゃあその辺で先ほどおっしゃってたようなギャザラーが生きてくるとかいうところはだんだんこの辺に出てくるわけですね。レアな色屋根染めたかったらやっぱりそれ専用の染めが必要だったりとか。結構一緒に入れるんだこれ。ここにさテラスを外したイメージとかいや細かいところいきますね。それはやっぱりアート班がモデラーが作りやすいように、これテラスをかけたままだと
こうテラスの裏どうなってるのみたいなのがあるんで、うちのアートチームがちゃんとモデラーにこうテラス外したらこんな感じだからちゃんと裏まで作ってねっていうことですね。なるほど、はい、なるほど。こういうとこからFF クオリティが生まれていると。ローン組めませんかなんて声も早速出始めてますけど、若干そんな声も確かに、開発の中でもありました、ね。ただ払っていただけるかどうかの確約が難しいんですよね、ローンは。はい、じっくり遊んでいただければいいなと思ってますんで、僕らも最大級急ぎながら、できるだけ本当に長く楽しんでいただけるように仕様設計本当にしっかりやってますので、ぜひ楽しみにしておいていただけたらと思います。はい、ありがとうございます。では続いて、ハウジングもフリーカンパニーでという話があるので、そのフリーカンパニーの話なんですが、同じグランドカンパニーに所属している同士でないとフリーカンパニーに入れないのかなど、フリーカンパニーの詳細をもうちょっと教えてくださいという質問です。フリーカンパニーはですね、またここを例に例えましょうか。僕は今ファイナルファンタジー14プロデューサーで開発部所属ですね。でモルモルは、コミュニティ&サービス部、違う部ですね。で和田さんはスクエアエニックスホールディングスでいいですか。まあそんな風にこう3つ GC があると思っていただければいいんですけど、まあそれぞれ所属が違っても同じカンパニーは組めますよ。なるほど。そうなんです。そこは自由ですね。でそこから先はプレイヤーの皆さんにロールプレイしていただこうかなと思っていて、例えば和田さんがうちはホールディングスだけでカンパニー作るぞっていうリーダーのもとに強く結束して集まるっていうのもありですし、特に海外の方とかはやっぱり軍隊のイメージも強いと思うので、もううちはこの例えば国家団に、腹をくくって、同じモチベーションの中で国家団をその 3GC の中でトップに押し上げるために僕たちはやってるんだっていうのもロールプレイとして、ただそっちを今度ガチガチにしてしまうと、他のカジュアルに遊びたい方がなかなか入れないとか、友達とそもそも違う GC なんだけど、どうなのっていうのがあります。ただ評判本当なんだろう、ワールド1にしたいみたいな場合に関しては、ちょっと三国からそれぞれのフリーカンパニーがどう評価されるかって実はあってですね。例えば、これも社会に照らし合わせるとちょっとリアルすぎる話なんですけど、例えば親会社が、不滅隊だとしますよね。で僕ら子会社を作りました、フリーカンパニーで実はいろんなとこから出資していただいてると、その3つの会社から。そうなると業績をどこに上げていくかでやっぱり微妙にね評判って違うじゃないですか。僕らはもうあなた一択ですよと、あなたたちのために戦ってますみたいなのだと評判上がりやすいとか、それレピュテーションってちょっと名前変えると思いますけど概念があってですね、そんな不滅隊の中でも一番上の隊に行くと専用の呼び名がつくとかみたいなロールプレイができるようにはしてあるので、カジュアルにも遊んでいただけると思いますし、ガッチガチなハードコアでやろうと思えばできますね。はい、ありがとうございます。結構喋りましたね。そうですね。大丈夫ですかね。大丈夫です。海外からいくつか質問がツイッター経由で寄せられていますが、ちょっと戻りますが、後ろのこの、ポスター、タペストリーとかポスターとかで、これって将来なんかいい感じなんで販売とかされないですか？なんか欲しいんですけどっていう声が早速出てますが。ですね、これは、新生14、新生オールズや RL ブリボーンですね、の、強力な、PR 素材の一つで、同じようなモチーフで、これは僕らは晩神集結って呼んでるものなんですけど、ポスターになっていく予定でございます。じゃあその辺はご期待ください。そうですね、これ以外にもあるんですね。あります。いっぱい用意してますんで、フリーカンパニーを題材にしたなるほど、アートとか、じゃあ今後どんどん出ていくと思いますので、それはご期待ください。そうですね、やっぱり FF だって分かるように、オーディンがいて、リヴァイアさんがいてっていう感じで、こういうのをかなり今回意識して作ってます。なんか僕すごい邪魔です。大丈夫です。大丈夫です。晩神みたいなもんなんで。スタッフがざわつくっていうお前言い過ぎだろうみたいな。すいません。
はい、もう一つ、は英語での質問ですね、はいレガシーチョコボのような、アカウント単位のボーナスは作成済みのキャラクターにも適用されるのでしょうか。それとも、レガシーアカウントであれば新規に作成されたキャラクターにも適用される、要は新規に作られたものなのか、既存のキャラクターにも全部もらえるのかどうなんでしょうかという。それはですねレガシーアカウントに限らず今後、例えば PS3 版の先行予約をしていただいた方に何か例えば特典がありますよみたいな発表をした場合に関しては基本的に全てアカウントに紐づくというふうに認識していただければ大丈夫です。つまりそのアカウントに権利が付与されているので新しいキャラクターを作ってもその新しいキャラクターにもちゃんとそのインゲームアイテムとかが付与されるので、モグレターからはい、宅配で届くと思っていただければ。じゃあ作成済みのキャラクターも同じようにもらえますし、はい、後から作ったキャラもそのアカウントに権利があればはいこちらでも大丈夫、大丈夫ですね。はい、ありがとうございます、次です。ベンチマークソフト、はい、新生版でも期待されてますが、ベンチマークソフトの予定はありますか、またいつ頃を予定してますかというものです。これあれですよね、アルファちょっとワイプをしてもらっておいていいですか。前回和田さんから強烈に聞いたやつそうそう言えよって言われたんですけど、普通にベータのタイミングに合わせてまず、はい、1つ目のまず、はいで2バージョン予定していて、1つ目は、純粋に、ベータに際して、はい、どのぐらいのハードだったらどうなるんだろうっていうのを見ていただけるベンチで、発売の直前に最後、キャラクターメイクが、はい、全ての種族でキャラクターメイクができるような、はいものを予定してますので、2回あると思っていただければ良いのかなと。なるほど、はい、じゃあ予定は2回で、はい1つ目はベータのタイミングであるよということですね。おっとローカルを押してですね、はい、上全部上ですね。はい、すみません、生放送ですね。映像にはブラインド入りましたね。ブラインドはですね、すみません、自動で下がるようになっていてですね。いろいろありますね。そうです。20時になると勝手に降りるというブラインドの音でした。大変失礼いたしました。止めておくのを忘れておりました。失礼しました。はい、では気を取り直して、はい、次の質問です。字幕、日本語字幕関連なんですが、はい、日本語音声だけでなく、日本語字幕、英語音声などその字幕言語と音声言語を切り替えて設定することは可能でしょうか。またそれがあるとすればクライアントを起動してたらゲームの中で変更できるのでしょうかという2点の質問です。ちょっと待ってくださいね。もう一回確認ですが、はい、それは音声を、英語でした状態で、はい、字幕が自動的に日本語で出るかとかっていうことですね。自動的というよりは、はい、自分の好きな、音声言語と字幕言語を別々に設定できますかという質問です、ね。そこは正直言うとですね、これからも対応言語等は増やしていこうと思っているので、はい、ワールドワイドサービスという中で、ちょっとさすがにパターンが多すぎてですね、ですので基本的には、ボイスのあるところは、それぞれのボイス対応をした上で、はい、それをインゲームで、切り替えるって形になりますね。だから字幕っていうことはあまり考えてないです、実は現状。なるほど。はい。じゃあ、音声が何語かという設定があるという。そうですね。はい。でその設定は、ゲームの中でできるのか、それともゲーム外のコンフィグみたいなものが現行のようにあるのか。中でできます。ゲームの中でできる。中でできる。中でできるの？はい、中でできる。さすがにカットシーン入ってリアルタイムにっていうのはちょっと無理ですけどはい、今もあれですよね、コンフィグ画面とかちらっと見えたりしませんか？ちょっと待ってください。こっちで見りゃいいんだけど、モルボルの PC が邪魔で、それはすいません。システム、コンフィグはこのように、アルファ版ではこのようになっております。そうですね。ここにはまだサウンド系ないですけど、はい、アプリケーション、グラフィックス、エフェクトでここで変更したものはすぐに反映される。そうですね。はい。解像度もここで自由に変更していただきます。はい。ここで、コンフィグはゲーム内からということになります。はい。それでは次の質問です。すごい人数いますね。すごいですね。すごい。振り返ると大変なことになってますね。
質問いいですか？はいどうぞ。クリスタルタワーとはい大迷宮バハムートの詳細を教えてください。おまだ早いですかということですが、どうでしょう。ざっくりですね。新しい名前を聞いたので早速というところでしょうかね。クリスタルタワーは、はいアライアンスレイドと呼んでいて、はい3パーティーでアライアンスを組んではい挑戦していただく24人でアタックするコンテンツですね。で大迷宮バハムートも、はいクリスタルタワーも共通しているのが1回こう入って終わりじゃなくて、ほうほう1年半ぐらい通じて、うん随時こう階層が増えていくというか。なるほどなるほど。クリスタルタワーって、皆さんご存知の通りFF3 のラストダンジョンなので、こうどんどん上が増えていって、そうですね最後はこう、皆さんご期待しているかどうかあれですけど暗闇の雲なるほど的なね、とかはい言っちゃった3を思い浮かべていただければあんなのやこんなのや、なるほど。はいそんなのが大迷宮バハムートの方もどんどん増えていく感じなんで、増えていくとか広がっていく感じなんそうでですすね。大迷宮バハムートは、はいこれは壮絶ネタバレなんで言えないな、さすがなるに。ですね、どう説明したらいいかな。今回最後このライブの冒頭にもはい映像を見ていただいた通り、ダラガブって実はそのバハムートを封印してた高速宮だったうんわけですが、うんで、例えばなぜあそこにバハムートがとか、はあはあと映像の途中で鍵みたいなものがあうん落下してたと思うんですけど、あれはそのバハムートを拘束する大きなポイントの一つで、ほうあれが世界中に今回そのエオールゼア中に飛び散ったので、あれがそのダンジョンのキーを握ってるみたいな。なるほど。じゃあストーリー絡んでもいるわけですね。そうですね。でいろんなところからその大迷宮にアタックして、はいこれ以上言うとですね、多分入った時のインパクトがちょっと薄れるわかりました。じゃあこれので、これ以上は答えられません。はい、ただ長くどんどん、今現行版プレイされた方だと、はいGC 系のクエストってパッチ当たるためにシナリオが進んでいったじゃないですか。そうですね。あそこにレイドがくっついてると思ってもらえればいいかな。なるほど。はい、大きく進展して結構な数のボスを用意するので1回のレイドに、なので結構ハードですよ。本当にきっちりダメージ出せないとなるほど。はい10回や20回全滅するだけでは済まないかなと要攻略ってやつですね。はい、一番上ですね。はい。はいじゃあそれはご期待くださいということで、続いての質問いきたいと思います。またガラッと変わりますが、現行版をプレイしていたプレイヤーキャラクターにつく証はどんなものになるか教えてもらえますかということですが、ですね、それはさすがにですね、ちょっとまだ早いと思います。もうちょっと黙ってます、もうちょっと思います。はい、はい。じゃあ時期が来たらはい、お知らせしますということで、もう少々お待ちください。はい、では次の質問です。髪型はどのぐらい増えますか？申請スタート時には新しく変えられるんでしょうかということですが、髪型ですね。じゃあちょっと増えますね。クライアントこのままにしてはい、ポロリ黙々しておりますが、ちょっと画面の方を逆にしましょうか。はい。ちょっとですね、今回いろいろね健康になるちょっとサーバー不手際もあったので、ちょっとポロリでですね多めに持ってきました。ありがとうございます。じゃあいいですか。大きく宣伝がうなずいてます。これがまずニコって男でかつ今まで出してないそうですね。はい、髪型ですね。オスって言われてるやつですね。はい。通称オスってですね。はい。あとはついにモデルがもう完成しましたので、これが女性ですね。はい。いいですか？こんな長さで大丈夫ですかね？表示。多分大丈夫だと思います。大丈夫ですか？今ぐらいで大丈夫だと思います。これルガーですね。リリシー。リリシーですね。はい、いっぱいありますね。ありますよ。もう本当お詫びのために
すごい勢いで印刷しておいたのでこれ新しいはい。もちろんこれ1種類じゃないので他にもあります、うん。こう電気っていう感じですね、これ結構ね僕個人的に好きなんですよエレですね。エレ選手です。はい。海外アーティストにちょっといそうな話ですね。あとヒューランですね。はい。今回僕何度か言ってますけど、そのヒューラン男女は結構アルファではまだ入ってないですけど、はい、手を入れ新しい紙とか作ってなぜかこいつだけちょっと今急いで用意してよって言ったらアイランダー女性だけなんでこのセクシー装備なんだっていう話、露出が高めにな急にサービスっていうこれは後であれですね、録画も後日公開しますけれども、後で再生しがいがありそうな感じですが、男ですね。これ髪言ってるんですよ。はいはいはい。ちょっと映像だと上がりにくいかもですね。まあこんなですね。はい。まあ、はい、今見ていただいたやつと、8とかちょっとそっちから和田さんを使うなって話なんですけど、いやこの新しいこっちの8じゃないですね。ちょっと並べですね。まあこんなのが出ますよーんと思っていろいろありますければいいな。はい、ベータから一通り触っていただけるかなと思います。なるほど、その質問もちょうど次に。来てました。オスってはいつから使えるのっていうのがあったんですが、はい、ベータからですね、まあ、はい、現行14、まあいろいろご迷惑もおかけしましたし、本当にたくさん応援していただいて続けてきた2年ですけども、やっぱり2年間って非常に大きくってですね、2年で足したアニメーションやその武器防具ってものすごい多いんですよ。でこれを全部作らなければいけないので、新種族ってなので基本なんとかベータからっていう話を今進めてますが、もしかしたら一部モーションがちょっと対応してないとか、一部装備がちょっとダミーが入ってるっていう可能性はあります。本当コンバートものすごい勢いで今やってるので、はい、まあ、間に合うかどうかギリギリって感じですね。はい、わかりました。はい、ありがとうございます。ですね、はい、種族関連のキーワードが出ましたので、次の質問ですが、第3回のプレイヤーアンケートで、新種族や部族に関する質問がありましたが、どんな種族がいつ頃実装されますか、またこれビエラ族や獣人、リザードマンなど入りますかという、ちょっとだいぶ気の早そうな質問ですが、海外の方からも、ビエラは非常にやっぱり人気が高くてですね、ちょっと迷ってます。まあドラゴン族みたいなちょっともうその FF では今まであんまりやってないような、もっとこう獣人系、爬虫類系とか、いわゆる、まあ、日本でいうと、まあ、洋物というか、テイストみたいな方へちょっと倒そうかなと思ってたんですけども、まあ、NA の方からもビエラをぜひみたいな声は強いので、まあ、あんまり言うとビエラ確定かみたいな風に取られかねないんであれですけど、検討はさせていただきたいなと。吉田明彦もいますしね、宮川博士もいますしね、12は安定クオリティかなみたいな、ところはあります。とは言っても、これはさすがにまだだいぶ先ですよと思っておいた方がいい感じですね。そうですね、さすがにそれは拡張パックぐらいだと思っていただきたいなと思います。なるほど。じゃあ、まあ、新しい話もおいおい出てくるかもしれないので、お楽しみということですね。はい。この辺からまあまあね、強くなってくるんですね。はい。アルファの方はもっとすごいことになってますね。怒涛のように人がダバダバ面白いですね。ダバダバと落ちてきましたね。頼むから僕をクリックするときにトレードを申し込まないでください。そうですね。次の質問です。PVP が実装されたら、吉田さんたちと対戦することはできますか？ですね、今ちょうどバトルチームって、スタッフも増えていてですね、結構まあ、正直言うと僕と一緒にね PVP ゲーをしてたようなメンツもいたりするんですね。で今回
そのかなり力を入れているので、はい、根幹設計も含めてなので、ぜひ僕らも、フリーカンパニー開発っていう名前にするのかなるほど、デブチームって名前にするのか決めてないですけど皆さんとぜひちょっとやるんだ戦ってみようかなただですねそうして煽りじゃないんですよ煽りじゃないんですけどちょっと僕らが勝ったりするとじっとしてんじゃねえかとかあそこのクラスバランス崩れてんじゃねえかとか自分たちの使ってるやつだけって言われかねないので分かんないですねその身分を隠してやる可能性もありますしイベントの中では逆に開発チームのキャラを別の名前のキャラにコピーしてみたいなことはやるかもしれないですねいずれにせよ僕自身も新生14でゲームをプレイすることにものすごくモチベーションありますしめちゃくちゃ楽しみにしてますのでアルファテストにもできるだけ毎日テスト実施の時には入って皆さんとコミュニケーションを取らせていただいているのでそこは変わらず申請してもそんな気持ちでいきたいなとやっぱりプレイしていて自分たちでプレイしてるからこそここのバランスちょっとやっぱり気になるねとか、プレイヤーの皆さんのフィードバックっていうのがよりダイレクトに僕ら自身が理解できるようになるのでそこは結構本気でやるつもりです、開発が遅れない程度にはい、ありがとうございます、最後の重要なポイントですからねはい、分かってます、大好きだからさそうですもうどこまで作るか分かんないからね、大丈夫です、開発チームとの対決も、将来あれですねイベントなんかやった時にはぜひ企画してみたいですねぜひ煽られたいですねその程度かこれあれなんですよね私たまたま吉田さんと一緒にやられてるメンツも見たことあるのであれですけど結構、ちょっと適切な言葉が見当たらないんですけどえげつない、要はガチガチの PVP な人が多いので、多いですね、ぜひプレイヤーの皆さんには撃破していただきたいというところもありますので、和田社長と戦いたいっていう声もねぜひイベントでやりましょう。やりましょうなんか他の会社ともやろうかな嘘わかりました検討しますじゃあ和田さんトーナメント的なねやつをぜひやってやりますかねぜひ企画しましょう例えばですよ例えばの話ですけど、例えば開発チームプラス with 和田さんみたいなチームに勝ったチームがあったら例えばですけどそれで例えば学生さんとかだったらちょっとバトルチームと開発に何か参加してとかなんか意見を出したりとかできるとかやっぱりプレイヤーの皆さん特にトップの方の意見もそうですけどすごくバトルバランスという意味では重要なのでなんかそんな意見交換会に参加できるとか何かしらもうちょっと踏み込んだリアルの開発コミュニケーションできるとかっていうのは積極的にやりたいねという話はそれやりましょうよでも今これで決定でいいですよさすが早いですこれ全くすみませんいくつか仕込みなんですけど全く仕込みじゃなかったですでもそれは面白いですよね面白いなんかそんなのはじゃあ今後そういう試みもぜひぜひご期待くださいということでじゃあ次の質問いきますまた種類が変わりますが例えばエリアによって木に花が咲いたり紅葉したり葉っぱが落ちたりみたいな季節に伴うマップ変化などはあるんでしょうかというものです今回はエリアに対しての、地域特性を持たせているので、ちょっと難しいのが例えばエオールズや時間と、現実の時間ってちょっと違うじゃないですか一日の時間の流れが早いので、季節合わせるとするとじゃあそれってなんだろう日本に合わせるのとか北半球なのとかあるじゃないですかそうですねなのでできるだけやっぱり季節イベントでいろんな場所にデコレーションすることで、日本発信のゲームではあるんで日本に合わせた季節感は出していきたいなと思ってますけどリアルタイムに正直ですねこれだけのちょっと今いろいろグラフィックス見ていただいてますけどこれだけのものをゼロから作るのにまだ僕らは本当1年半しか経ってなくてですねこれに全バリエーションに季節とかちょっとしんどいので天候はかなり用意してるんですけど、ただ地域によって以前公開したトレーラーでベヒーモスが、現行で見たことのない、雪山のような、雪山、あんなのはもう最初から用意してますので、ぜひいろんな地域の中で、そういうのを感じていただけたらなと思ってます。ありがとうございます。それでは、次の質問です。インベントリーを、拡張できる方法を実装する予定ですか？
例えばハウスのための家具やロッカー、拡張クエストとか、またそれとは別に、楽に倉庫キャラへアイテムを送ったり受けたりできるんでしょうか、という質問です。2個ですね。まず、プレイヤーのインベントリーっていうのは、あんまり増やすつもりはなくてですね、むしろその貯めておける場所、例えば家にハウジングの中にボックスを置いて、アイテムをしまっておくとか、あとはそのフリーカンパニーの共同金庫みたいなものだったり、あとはリテーナーの枠が結構大きいので、リテーナーに持たせてみて呼び出して取り出すとか、あんまり大量に全部こう持って抱えて歩くっていうのが、リアルタイムにメモリを食ってしまうので、その場合だと、なので預けておける場所をたくさん用意することで総資産としてはたくさん持てるみたいな考え方をしてますね。もちろんそれって例えばクエストで増えるとかっていうのも視野には入ってます。ギアセットがそうやって増えるのと同じように、もう一個の方が、倉庫キャラ、他のキャラ、自分のアカウントの他のキャラへアイテムを送ったり受けたりできますかという質問ですね。一応ですね、できるんですけど、現状、アルファテストをプレイされてる方はちょっと仕様を理解されてるかなと思うんですけど、フレンドにのみ送れるっていう仕様に今してあるんですね、実は。例えばここが3人、フレンドだったらそれぞれレターやアイテムが送り合える、で当然キャラクター ID でやり取りしているので、実は自分のアカウントかの別のキャラクターの ID さえ分かれば実は今すぐでもできてしまうことです、ただですね、世の中業者様とか呼ばれる存在の方々がよりちょっとファームしやすくなる要素も若干あるので、ただ今回のそのリワードが豊富に取れやすいとか、あと一度装備したアイテムで連精度がたまったものはバインドされる、そのノートレード、あとそのあれですね、競売に流せないとかいう仕様があるので、そこまでクリティカルにならないので、やるんだったら今すぐでも大丈夫だよというふうには、リードプログラマーからお許しはいただいてます。わかりました。要望が強ければ多分できるんじゃないかなと思います。ありがとうございます。次の質問です。これも質問多いですね。北米欧州リージョンのプレイヤーは、いつからアルファテストに参加できるでしょうかというものです。ですね、現状フェーズ1のテストが一通り完了してですね、まずクリティカル、要は単純に人数が増えた時に露見する単純なそのソースループ、なんて言ったらいいんでしょうね、負荷が上がってくると空回りしだして高負荷になるみたいな単純なものに関してはほとんどもう潰せました。で今1ゾーンあたり800人ちょっとまではもう安定動作っていう状態になってます。見ていただけると分かる通り、描画だけでなくて、そのゾーン全体に今800人で、これ1ゾーンですよね。1ゾーンです。ワールドではなくて1ゾーンですね。だいたい40ゾーンぐらいで新生40って構成されてるんですけど、その一つのゾーンに今800人入っても大丈夫ってところまで来てて、でこの800っていうのはプレイヤーだけではなくて、モンスターが、同じぐらいですね、だいたい700ぐらいいて、でかつバトルが、400ぐらい同時に発生している状態、それを今アルファテストで皆さんにやっていただいてるんですけど、っていうところまで来たんですね、で今大体その状態で800超えたあたりで負荷がかかってきて、重くなってくるっていう現象が確認できていて、でその原因の上位トップ20ぐらいの処理が見えたので、今まさに来週、アルファで皆さんに出していただいたバグも含めて修正に1回入ります、ですので来週1回アルファテストを止めた状態にして、もうすでにアルファテスト2ワールドで運営しているので、来週止めて再来週もう1回2ワールドで、多分再来週は5日間ぐらいテストを行って、それで大丈夫ならその翌週からグローバルの予定ですね。なるほど。じゃあ早ければ何日になるんですかね。今月下旬の方には、26日ぐらいが月曜日になりますが、そのあたりには海外の方々もそのあたりから多分24時間空けるんじゃないかなと。そうなの？
はい、エイジングっていうテストがあってですね、そうかそうか、どっちみちやらなきゃいけない。そう1週間開けっぱなしにして、そうですね、メモリクラッシュしないかとか、不要なメモリがたまらないかとかっていうテストをやらなきゃいけないので、まあはい、そのためにたくさんアカウントもお出しする予定になってます。かなり増やすんですか。はい。なるほど。あれですよね、日本の分もまだ少し増えていく感じですよね。はい、欧米だけでなくて、はい、日本も増やして欧米も、はい、何度かもう追加を配らせていただいてるんですけど、はい、ツイッター発射されたメール来ねえみたいなそうですね、いうのを悲痛な声をはい多数受け取っております。見ていますので、できるだけ本当外れのないように最後は、はい、プレイしていただきたいなと思ってます。そうですね。アルファにして早くもベータのような勢いになってきている面もありますし、ね、まあただ僕ははい、幸いなんですけど、アルファご好評をいただいてて、もう今すぐ別にベータでもいいじゃんっていうふうにいただいてるのが僕何よりも嬉しいんですけど、僕自身がまだまだと思っているので、所詮アルファかなと。はいはい、ありがとうございます。では北米欧州の皆さんは早ければ11月26日からということでごそうですね、はい、このまま順調にいけばそこからもちろんその前にはねアナウンス出しますので、はい、ご期待ください。はい、それでは次の質問です。また種類が変わりますが、結婚はできるようになるのでしょうか。それからまた同性でもその場合同性でも可能なんでしょうかという質問です。MMO ではよくある質問ですね。結婚ですよね。はい。しまったな、移動してればよかったな。ちょっと遠いな、やっぱりちょっと遠いな、この時間で行くのは。あと何分ぐらいあるんですかね、ライブって。あと、そうですね、10分から20分ぐらいはありますが、どうしますか。ちょっとやめときましょう。はい。以前スクリーンショットもちょっとお出ししてるんですけど、大聖堂というものが森の中に、その神聖、今日あった時代の終焉で何かが起きてこう、ね、隠されていたというか、大聖堂が発見されてですね、そこを何のために作ったのかというとですね、やっぱりこれだけの世界を作った中で、リアルに近いことは何でもやりたいよねということで、キャラクター同士だったりプレイヤー同士の結婚っていうのがちゃんとできるようにっていうので作った場所なのでまさにちゃんとしたサービスとしてちょっと申請のタイミングからじゃあいきなり例えばシステム的にそういう自分たちでイベントを作って結婚式を挙げられるかというとちょっとそれはパッチの対応になると思いますけど、ちゃんと場所は用意しましたので、できるようになります。で同性かどうかなんですけど、同性が結婚できるかどうかなんですけど、これ実は MMO 業界ではここ数年ずっと話が出ている非常にナイーブな問題で、やっぱり国ごとにも考え方が非常に違うので、まずは異性から始めてプレイヤーの皆さん14を遊んでいるプレイヤーの皆さんのフィードバックとかっていうのを見ながら慎重に決めていきたいなと思ってます。現時点でだからできるともできないとも言わずにプレイヤーの皆さんと対話をしながら考えていければなと思ってます。これは本当によくお話を聞いてから決めていった方がいいね。そうですね。ここは絶対そうだと思います。はい。はい、ありがとうございます。続いてですが、画面のこのアルファの画面の右側にある、向かって右側にあるカウントダウンしているもの、その辺ですね。その辺それ何ですかという質問ですね。これはですね、今誰かが気を使ってやっていただきましたけど、これパーティーショーに招待されてますよっていうそうですね。はい、告知やあとフレンド申請されてますよとかいうものですね。今だから僕フレンド申請が35通来ていて、パーティーへの招待が133来てますよっていうことですね。無視すんじゃねえよみたいな。なるほどなるほど。あれ減ってきた。これだって時間でタイムアウトすると自動で断るという感じ。そうですね。ビジーですみたいな感じですね。じゃあそのような通知が表示されているということで危ないですね。はい。さすがにこの負荷だとすごいですね。プレイヤーの皆さんに押し付けて逃げるなよ。まあ、皆さんならきっと何とかしていただける。
はい、じゃあそんな様子を見ながら次の質問ですが、はい、装備品の染色、はい、KR もらいました。ありがとうございます。染色、染め、色染めですね。染色はどうなるのか詳細を教えてください。はい、AF 装備品だとかセンチネル装備品だとか、はい、アイテム名が黄色緑のアイテムも染められるようになるんでしょうかというものです。ですね、はい、まずちょっといくつか質問がかなり複合されてると思うんですけど、はい、まずは順番にいきましょう。真剣にやってしまいそうな自分がちょっと置きましょうか。染色はまず NPC から、色を買って、単純に染めれる色と、はい、クラフター、ギャザラークラフターが協力して作った染料でしか入れられない色っていうのがあります、はい、でこれは、一度定着させたら終わりではなくて何度でも塗り替えられます、例えば今日全身赤にして1週間後飽きたから、同じ装備を全部黄色に塗り直そうとかいうのは全然可能です、じゃあその時にはその色の元をどこからか調達してきて、はいはい、それで装備の色を使うってやると、はい、すごくシンプルにしてあります。で色何色だっけな、スタート24色かな、でレアなやつはまた別に、はい、用意されてて、そっちはクラフターとかギャザーの皆さんの協力を得て色を作ってもらって、もしくはマーケットに出てるその色を染料を買って染めるみたいな考え方です。なるほど、はい、かなり自由、かなりあるね、かなりありますね。でもちろんキャラメイクの時にもちょっと話題が出てる、そのスライダー式に色をこうってあると思うんですけど、あれだと、頂点カラーって呼ばれてるそのポリゴンの頂点に対して色をつけて、こうその色を変えるんですけど、これって実は光の影響を受けるとかなり見た目が滲んだりするんですね。なので今回はきっちり色の良さを出すために限定して、あとやっぱりその65,535色やれるんですけど、分かんないんですよね。なるほど。はい、あとは、アーマーのどこでも染められるわけではなくて、スクエアニックスのキャラモデラーたちが、この鎧は例えばですけど、ここが、どうしよう、袖のこの一部がチェインが出てて、それ以外が染められるとか、きっちりカラーを入れて、要は全身ドバッて黄色になっちゃうと、あんまりかっこよくならないので、そういう調整はかなり細かくやってます。なるほど。じゃあアイテムごとにどこに色がつくかっていうのがあるって感じですか。ただ結構できるだけ大きい面積のところにしっかりクオリティ高く入れられるようにっていう話をしてますんで。なるほど。はい、実はね、プレイヤーの皆さんが装備してるいくつかのものはこれもう実はそういったそのテクスチャーじゃねえな、カラーチェンジの仕様で作られてるものもあります。なるほど。どうでしょう、皆さんちょっとジャンプをやめてみてはどうかな。どうかな。素晴らしい。でも分かる分かる、なんかね、はい、これもともと現行14の序盤の装備なんですけど、ピタリと止まって素晴らしいです。ありがとうございます。色が入ってますね。はい。こういうところはそれを使ってます。なるほどなるほど。これはまたギャザクラが儲かりそうな。そうですね。もちょっと失礼。はい、ありがとうございます。で AF とかが染められるかどうかっていう部分がありましたが、AF に関してはしばらくちょっと、固定にさせていただくつもりです。はい、でいずれ、なぜかっていうと、イメージがやっぱり崩れないようにしたいんですね、特に最初の頃は。そうですね。でそこが、だいぶもう馴染んだよとか、例えば AF2 みたいな見た目の違う AF が入ってきた時には開放して、なるほど、こう色を変えれるようになりましたとかっていうのをやっていきたいなと。はい、あそこになんか見えますね。本当だ。なんでしょうね。なんだろうね。悪そうですね。カストルムオリエンスって書いてますね。新しいなんか帝国っぽい匂いがそうなんですね。はい。素晴らしい。なるほど。じゃあ AF 装備などに関しては、当初は、そのオリジナルというかそのジョブらしい、見た目ですが、追ってバリエーションの違うものを作れるようになると。はい。はい、ありがとうございます。では次の質問ですが、申請で新規にキャラを作成すると、新デザインの種族専用装備でスタートするとのことですが、既存のキャラで
現行から新生へ既存のキャラで移っていく人たちも多いんですが、その人たち、そのキャラたちは、その装備を手に入れることはできるのでしょうか。大丈夫です。大丈夫です。大丈夫です。現行の要はキャラクターを、でプレイした場合に、その新種族装備がもらえるのかということですよね。はい、大丈夫です。手に入るようにちゃんとします。はい、ありがとうございます。関連してもう1個なんですが、初期装備以外で高レベル用の装備としてこのような種族専用装備というのは追加されたりするんでしょうかというのがありますが、もう一回お願いしてもいいですか。キャラ作成時に種族専用装備ありますよね。これのなんかこう高レベル版みたいなものって計画があったりするんでしょうか。今のところ、申請のタイミングではまだ予定してないです。でただもちろん要望が非常に大きければ対応して将来的に増やしていきたいなと思いますし、なるほど。あとはですね、ちょっとまだ言うの早いかもしれないんですけど、今回仕様としては例えばロールが同じであれば、ロールってちょっとあれですね、例えば戦士というかタンクであれば AF の見た目を別の装備につけるとかっていうそのなんで型紙って呼ばれるシステムなんですけど、要は AF のデザインはすごい好きなんだけど、ダークライトの性能の方が俺はいいんだと、でもダークライトよりは AF が着たいっていうのにそう見た目を変更するっていうのを一応もう仕様には入れました。なるほど。いつ開放するかはちょっと状況を見てにしたいとは思うんですけど、なるほど、わかりました。ありがとうございます。なんでしょうね。今の質問で開発チームがどよどよしていますっていう。おっとこれ確かにね最新の仕様なんですよね。なるほど。じゃあきっとざわざわしてるんでしょうね。ちょっとねここあれなんですけど、今ちょっとミコッテのパンツじゃないものが見えました。ちょっと新生14明るくないかとか、光強すぎないかとか言われてたと思うんですけど、そんなことないですね。こういう深い森で深い森もありますね。沈黙の花。しかし遠足かこれ。素晴らしいですよね。すごい大マラソンな状態になっておりますが、こうい向こう側には実は盗賊の砦があったりして、さっきご紹介したフルアクティブタイムイベントが起きたりとか、なるほど。そこからここが襲撃されたりとか、いろんなものがあります。はい、ありがとうございます。次の質問です。またガラッと経路が変わりますが、PC 版をPS3 で使用するにあたって、PS3 版のレジストレーションコードの入力は必要なのでしょうか。すでに今 PC 版をお持ちでそのアカウントで PS3 でログインしたい。その場合は申し訳ないんですが PS3 のレジストレーションコードをお買い上げいただく必要があります。ただしその代わり、そのわざわざアカウントやキャラクターを別にしなくても、PC で作ったキャラクターやアカウントに PS3 からもその代わりログインはちゃんとできるようになりますので、なるほど。じゃあここはちょっと別々一つのアカウントで、今日は PC、明日は PS3 というのが可能です。そうですね。バインドしていただくレジストレーションコードはつけてくださいということですね。はい、ありがとうございます。次の質問ですが、ちょっと待ってくださいね。ちょっと待ってください。どれでしょうね。何が次の質問がまた走り回ってていいですか。ちょっとお願いします。どっちかな。レジ増えたくなりましたね。本当今回モデルチームかなり僕もかなり無茶言ってますね。この辺は本当あれそうだはい、失礼しました。強いよこれ。知るやるきますかね。助かった。おや素晴らしいプレイヤーの皆さんありがとうございます。ありがとうございます。本当すいませんでした。
質問失礼しました、まとまりました、英語からいただいた質問ですが、現行版の話ですね。現行版で、紅月下の戦いをクリアしようとして頑張りましたが、結局倒せなかったというプレイヤーが多くいましたと、で新生でも紅月下の戦いに挑戦することはできるんでしょうか。残念ながら、あれはやはりそのメテオストーリーの中でのみ、プレイできるということで、企画したものなので、やっぱりそこをお約束してこう、課金をさせていただいた部分もあるので、あそこはもう本当今回現行の中だけでですね、シナリオ的にやっぱ破綻してしまいますし。なるほど。他にもですね、同様の、類似の質問で、いわゆる万神武器の入手手段って申請後も用意されるんでしょうかみたいな質問もありますが、それは用意させていただきます。じゃあそちらはあるよというこちらあります。ありがとうございます。それでは次の質問です。攻撃されてますね。大丈夫ですか。大丈夫ですね。魔術師の時点でカーバンクル以外のペットを召喚できるのでしょうか。それから、万神武器やレリックなど魔術師召喚師の新たな情報が欲しいですというものですが、いかがでしょうか。ですね、俗にカー君と呼ばれているカーバンクルなんですけど、魔術師が複数のっていうかタイプの違うカーバンクルを呼べるので、基本的には魔術師はカーバンクルのタイプ違いを使い分けてプレイをするという形で、召喚ジョブの召喚師になってからが、その万神の力が宿した召喚獣なので、魔術師の時には、基本的にはカー君ですね。将来的に拡張されないかと言われるとそんなことはないとは思いますけど、スタートラインとしてはそんな感じですね。で、なんか他ありましたっけ。万神武器やレリックなど、魔術師召喚師の新たな情報ないですかというものですが、なんかいっぱいあるんです。明らかに誘いに来てる質問ですね。ございますか。なんかいっぱいあってですね、これございそうですね。まずいんじゃないかな。これいいんじゃない。これいいですか。今完全に雰囲気でおっしゃいませんでした。マジですか。だって綺麗じゃない。判断基準が綺麗じゃないかなことですが、これなんかまずくないかな。まずいかな。どのぐらいどよめくかですね。開発現場がいいのかなこれ。いきなり一発目これかって言われそうですね。ちょっと不思議な形をしてますけど、これがさっき言った大迷宮バハムと魔術師ポーチですねこれ。なるほど。ちょっと出しすぎかっていうこういうことですね。出しすぎかもこれ。ちょっとこれあれですね。GC ですね。GC のブランドカンパニー交換費の魔術の方ですね。なんか魔術いっぱいここにありますね。ほらもう開発チームから一発目からそれかよって。いやですよね。これがですね。これがジョブ召喚。なるほど。アーティファクト。今日本当ラストごめんなさい。これクラス専用ですね。これ魔術専用。魔術ラスト。用意してます全部。ありがとうございます。いろいろございました。ちょっとそんな折戦闘不能になってしまいましたが。そんなこともありますよね。テスターの皆さんをちゃんと見てください。この宣伝上手。戦闘不能になった時は。クリックするとですね。このようにヘルプが。そうですね。これを僕ら How to って呼んでます。戦闘不能になるとホームポイントに戻りますよと。他のプレイヤーが近くにいる場合はレイズをしていただきましょうと。レイズ。米っていう。こうやって戻ってきましたね。おっとたくさんいますね。それではですね、そろそろまた早いものでもうなかなかいい時間。そうなんですか。まだなんかいっぱいありますよ。
まあ、ちょっとそれはそれとしてですよ、今回、いただいた質問の中で一番数を集めたのはやはりこれかという質問がございますので、最後にこれを聞いてみたいと思います。注目のベータテスト開始予定時期や、申請版リリースまでのロードマップやスケジュールなどが知りたい、ということですが、現行版終了しましたので、いよいよ次はということですが、いかがでしょうか。ですね、まず、素直にお話をさせていただくと、2011年10月14日に出させていただいたロードマップから、現状で2ヶ月と2週間、予定が後ろに、ずれている状態です。でこれは、何が原因かというとですね、基本的な実装としては、ギリギリオンスケジュールでずっと突っ走ってきたんですが、何分このスピードでこの巨大なゲームをずっと作っていてですね、僕が、2ヶ月半前ぐらいにアルファバージョン、最初のアルファをブランチした時から触り始めて、集中して、めちゃくちゃにやっぱり修正調整かけてるんですね。 UI もそうですし、キャラクターの表示周りもグラフィックスも、やっぱり現行14がスタートだったので、やっぱり僕はあの状態では出すべきじゃなかったと思ってます。なのでやっぱり僕が責任を持って、少なくともゲーマーとしての自分が遊んでこれで大丈夫だと思うところまで作らない限り、やっぱりたとえサーバー負荷試験のアルファだとしても、アルファテストだとしても、そういう姿勢でお客様と向き合わないとダメだというふうに覚悟をしているので、開発にもそれをひたすら言って、アルファ版を、ここまで調整してきて、でもう一方で走っているベータブランチの方に関しても、基本的には同じ考え方をしています。もちろん皆さんに原稿が終わったこともあって、早くお届けしたいと思っているのはもちろんなんですが、この逆に1年半ぐらいで、例えばワールドクラスの MMO がたくさん出てます。リフト、スター・ウォーズ・オールド・リパブリック、ギルド・ウォーズ2で一通り夜を徹してスタッフと一緒に見ていて、やっぱり僕ら今回ワールドクラスで戦いたいと思っているので、負けたくないのです、でもう少しお時間を正直いただきたいというのが現状で、11月下旬12月上旬ぐらいには新しいロードマップを出させていただこうと思います。でただベータに関してですが、ベータテストフェーズ1を2013年1月下旬か2月上旬には今、実施するという意気込みで、すでに調整実装始まってますんで、そこまでお待ちいただきたいなと思います。でその代わりアルファテストに1人でも多くの方に参加していただけるように、エイジングテストに入ったらサーバーを24時間空けてですね、触っていただけるようにと思ってますので、もう少々お時間をぜひください。いいゲームにしたいんです。ここまでやったからにはというのが僕の答えです。ありがとうございます。スケジュールに関しての話でしたが、小田さんからもその辺いかがですか。ここまで皆さんにご支援いただいて、プロテインも育ってきましたしね、次はもう妥協せずに吉田や吉田のチームが納得して最高のものであるというふうに判断した段階で、リリースするというのはもう会社の方針でもあるということを、皆さんの前でも一つ皆さん方についてはお待たせしないようにもちろんしますので、なんとか応援していただければと思っております。よろしくお願いします。ありがとうございます。というわけで、プロデューサーレターライブの方はそろそろお開きということになるんですが、先ほど、見せていただいた本、かっけーという声がすごい勢いでツイッター流れてますね。目悪いに見えないですけどとにかくくれんなよマジかよってドア流れている感じですね。ありがとうございます。それでは、プロデューサーレターライブの方はこれで締めに持っていきたいと思うんですが、最後に、皆さんへお待ちいただいている皆さんへコメントをお願いしたいんですが、吉田さんからじゃあ僕からもちろんここまで来て、今日ライブの中でもたくさんアルファの状態っていうのを見ていただきました。本当にマップも全て作り直して、それをシナリオ上つないで、かつハウジングも含めてですけど FF の中に住むことっていうのを徹底徹尾、突き詰めてやってきたこの1年半、やっぱりそれを
中途半端な状態でというか、僕がまあこの辺でいいだろうっていう考え方では出したくないっていうのが正直なところです。もう一息のところまで来ていますのでもちろん遅れんなという声が出るのは重々承知の上でですね、ここまで来たからこそ現行プレイヤーの皆さんに支えていただいたスクエアエニックスとファイナルファンタジー14、2年を最大限にお返しするためにも胸を張ってワールドクラスの MMO だと言ってもらえるように仕上げていきたいと思ってますので、もう少々お待ちいただきたいなと。ただ年明け、1月下旬ぐらいお正月気分が抜けたあたりではそろそろベータがというふうに、募集も事前に開始させていただきますんで情報が出ていくと思います。宣伝も今いますけど大規模にね CM も含めた PR 計画が今着々と進んでいますので、そこもFF らしいPR をこれから、全世界規模で行わせていただきますんで、そちらも楽しみにしながらお待ちいただけたらと思います。本当によろしくお願いします。はい、ありがとうございます。それでは最後、ワンさん、ビシッと締めていただきたいです。はい、まず冒頭、本日最後の決戦、いろいろ入れなかった方もいらして本当申し訳ございませんでした。ただこの2年間皆さんに支えていただいて我々いっぱい学ぶことができましたし、これだけの短期間で今ご覧いただいてますアルファ版までこぎつける勇気ももらいました。本当にありがとうございました。で、何回も吉田の方から申し上げましたけれども、ここまで来たら世界最高の MMO を皆さんにお届けしたいと思います。ですから納得がいくところまでベータをきっちりと運営しきって、皆様方にどこに出しても恥ずかしくない最高の MMO をお届けしようと思いますので、ちょっと時間がかかっても仕方がないなと思っております。もちろんできるだけかけないようにいたしますけれども、とにかく納得のいく仕事を皆さんのためにもこいつらのためにもさせていただきたいなと思います。今後とも応援よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、ありがとうございました。それでは、以上をもちまして第4回プロデューサーレターライブの方はお開きとしたいんですが、最後に吉田さんから何か手渡されたので、じゃあ今回はこれを見ながらということでお願いしましょう。どんどんこのパターンが、こういったですね、ありますね。これはどうしましょう。本当たくさんいろんなコンテンツがあって、皆さんにいろんなコスチューム着替えがをしていただけるようにものすごい勢いで制作進んでますので、今まで健康ルーティンでできなかった部分っていうのも全てね解消すべくやってますので、ぜひ引き続きご声援いただけると嬉しく思います。じゃあまた次の、第5回第6回とまたプロデュースされたライブの方もやれればと思いますので、次いつやるかも早めにご検討してお話ししたいと思います。ではその時までしばしのお別れです。さようなら。ありがとうございました。ありがとうございました。最高来ました。